なんかさ、佇まいがいいっていうのは、こういう車のために使われるんだろうね。本当にピンとしてるね。ピンピンでございますよ。無意識にこうシフトダウンをしたくなるよね。あ、シフトアップよりシフトダウンが楽しいってこと？リフトダウンの方にドラマが詰まってるんだ。そうだね。すげえな。ボンジュール、レッスン&ボーイズ TV のお時間でございます。ご案内の司とプロデューサーの上野太郎です。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。ということで今回はプジョー 205 GTI ボンジュールって言わせていただきましたんでね。そうですね。フラン車でございますよ皆さん。いやーすごいよ。まずさ、車高がピュンと高くて、そうね、ほらバネってだんだん隔ってくるはずなのに、そうか、タイヤがクッと内側に入ってて、ボディはピカピカ。そうね。そして窓ガラスが全面透明。なんかさ、佇まいがいいっていうのは、こういう車のために使われるんだろうね。本当にピンとしてるね。ピンピンでございますよ。なんか本当にこんな形だったっけ。久しぶりに僕も見たんで懐かしくてたまりません。そうだよね。昔ね、これのカブリオレに乗りたかったんですよ。いやーかっこいいね。年式は1988年。そんな昔ですよ。太郎君生まれてた？まだ生まれてない。嘘。だから大先輩。生まれてないか。そうか。で走行距離も7万キロちょっと。やばいね。すごいんです。今日はプジョー 205GTI の魅力をたっぷりとお届けします。お楽しみに。よろしくお願いします。太郎君、そもそもプジョー205どんな車ですか？1983年フランスで登場しました。日本にはですね、1986年に導入されました。3年も遅れたんだ。そうだね。エンジンは最初 1600cc 5速 MT のみでした。ほんでこれも 1600cc1.6 ってここに書いてあるね。で、1988年エンジンのピストンのストロークが伸びたことによって 1900cc まで大きくなりました。なるほど。GTI と名乗るだけに、当然ライバルはあの車ですね。ゴルフ。そう、ゴルフ GTI に勝つぞという意気込みを持って生まれた。そしてそれで GTI を名乗るんだからすごいよね。堂々と書いてあるね。相当人気あったんじゃない？ GTI だけで30万台売れました。そんなに？それだけ人気だったので、GTI が売り上げを牽引し、なんと全世界では520万台以上売れた。そんなに売れたのね。で、何が男心をくすぐるかというと WRC の世界チャンピオンをゲットし、ついに頂点に立ったんだ。そうか。この車で WRC 頂点に立ったってなかなか面白いね。このさ、シャープなかっこいいデザインは誰がやったの？ご想像通りピニーファリーナさんがデザインされた車だ。一体どれだけの名車を作ってらっしゃったのかと思うと、本当にあげたらキリがないよね。すごい話だよね。とんでもないと思います。あの車もこの車もです。だってさ、プジョー205、その前のデザインを思い出してください。ガラッと変わったよ。そうね。一気にシュッとしたよ。確かに。それだけじゃない、他のブランドの車にも大きな影響を与えてる車だと僕は思うな。確かに。さっきこの車を見て、あれこの車ってこの車みたいなこと考えちゃった。そうで、その GTI ですけれども、見た目はめちゃくちゃかっこいいよね。やっぱりこの赤い差し色とかさ、もうザかっこいいホットハッチって想像すると、もうこういう形になってしまうぐらいだよね。そう、やっぱ GTI にはね、赤い線が入ってなきゃダメ。乗るとどんなのかっていうのを早く試したいです。ということで、いいですか？もう行きましょうか。行きます。じゃあエンジンかけます。乗ったよ。めちゃくちゃ元気。なんかのぶといね。のぶといけど、周りはシュンと回るね。一足出発進行。もうね、乗った瞬間めちゃくちゃ軽いです。軽い。
軽い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 。うわー、なんじゃこりゃ。街中ラリーできんじゃねこれ。これすごい。よっしゃ。それでこの、パワーステじゃないから低速はね、もちろん重たいんだけど、その分走り始めてからは軽いし、とにかく情報がハンドル通してめちゃくちゃ伝わってくるね。なんかさ、軽い軽いって言うけどさ、エキゾースト結構なんかのぶとくない？のぶといよね。それギャップが結構かっこいいね。ブオッと音がして結構重い音がするけど、そっからの回転はすごく滑らかで軽い。いやー、すごいなー。楽しそうだよ。あとさ、太郎くんさ、なんといってもさ、シートがすごくない？いいね。あとヘッドレストもふにゃふにゃしてんだよ。ふかふかだ。ヘッドレストまでふかふかだ。こんなことあんまりないじゃん。フランス車らしいね。さすがやっぱフランス車。さすがフランス車ってこういうところのさ、優しさっていうかさ、作り方がドイツ車とは違うよね。違うね。乗り心地どう？乗り心地はやっぱりドイツ車のかっちり感とかはなくて、フランス車のさ、いい意味でさ、これなんか車が緩いって言ったらあれだけどさ、それをこの足回りのセッティングでもってさ、いわゆる猫足に着地させてるところが気持ちがいいんですよね。なるほどなるほど。フランスの道路事情もそういうところがつながってるんだろうね。なるほどね。舗装の関係上こういうセッティングっていうのもたどり着いた一つ。そう思うよ。なるほど。太郎君これさ、車重的には1トン未満じゃん。そうだね。900キロ台だよね。でしょ。で、1.6 のエンジンの方じゃん。 1.6 の方のエンジン。 1.9 の方も乗ったことある？僕はないんだけれども、スタッフの方曰く 1.9 に比べると 1.6 ね、こっちの方ね、こっちの方が軽くシュンシュン回るんだって。あ、そうなんだ。だからさ、この軽さとこのエンジンの周りとかなり通好みな。なるほど。 1.6 の方が通好みで面白いと。なるほどね。面白いのそれ。面白いね。あとさ、個人的にさ、この辺とか結構好きなんですよ僕。めちゃくちゃ奇抜でもないし、確かにね、ドイツ車ほど真面目でもないし、ちょうどいい塩梅というか。確かにな。なんか良くない？ちょっとね、こじゃれた感じがするんですよね。このハンドルのさ、デザインにしてもさ、なんか全体的にこうね、エスプリを感じさせちゃうんですよね。そうだね。もう今日さ、この走ってんの街中でなんかラリーしてるみたいな気持ちになるんだけど、本当に今こうやってね、普通の流れの道だけれど、どのギアでもドラマがあるし、なんかこう無意識にこうシフトダウンをしたくなるよね。あ、シフトアップよりシフトダウンが楽しいってこと？気づいたらプンと吹かして回転を合わせながらシフトダウンしているということが多いね。ドラマチックな車だな。シフトダウンの方にドラマが詰まってるんだ。そうだね。すげえな。はい、乗ってまいりました。楽しい。随分楽しそうに乗ってたね。もうまたちょっと飛ばしちゃったかもしれない。まあまあよう楽しそうに乗ってらっしゃいましたわ。まあそうなっちゃうよね。なる。しゃあない。もう楽しすぎる。あなたは何も悪くない。そうそういう車だもん。だよね。はい。だから本当運転楽しいなっていう感覚がもう今も残ってる。多分今日夢にも出てくるんじゃないかな、この車がね。うなされそうですけど、いい意味で。どんな人がいいんだろうね、こういう車買う方って。そうね、例えばさ、まあ今最新のポルシェ乗ってる人とか、まあ本当に純粋にねドライビング楽しんでらっしゃると思うんですけど、そういう方にちょっと待てよ、もう一回ピュアに純粋に運転を楽しむ、がっちり向き合う、そういう方にもう人馬一体になって乗っていただきたい。確かに最新のスーパーカーっていうのは当然優れてはいるんだけれど、やっぱり車の方がね、ご親切にいろいろやってくれたりとか、機能がもりもりで全部使い切れないっていうこともあるかもしれないけれども、もちろんそれにはその良さがあるけれど、このもう何もない運転手に託された、そういう車はやっぱり一周回ったそういう玄人の車好きの方にはいいかもしれないね。そう試されますよ。そうだね。これはね絶対楽しいと思う。
だから本当のクラシックカーになる一歩手前として、そうね、まあ言ってみれば通勤にも確かに使えるわ。まあそうです。普段乗りもできます。そしてセカンドカーとしてもビュンビュンに乗っていただいてもいいし、いいだろうな。結構幅広いですよね。とはいえさっき言ったような人にも乗ってほしいな、楽しんでほしいということで、今回のエセンス&ボーイズ TV はプジョー 205GTI フィニファリーナ大先生の大名作、超レアなピカピカの車でございました。また見てね。ありがとうございます。帰りは僕は乗って帰ります、絶対に。いやー、それは